地上からはるか 400km 上空、無重力空間に舞う桜吹雪。花びらは絹の友禅染めです。宇宙で繰り広げられたこの壮大な実験に参加した人物が京都にいます。友禅作家、グラフィックデザイナーの川辺祐之介さん。デザイン専門学校で学んだ後、広告会社勤務を経て家業の友禅工房に戻ります。父親に師事し、手書き友禅の技と感性を、各工程の職人をまとめる専掌のノウハウを蓄積してきました。手書き友禅は柄の輪郭に沿って糸目のりを置き彩色する技法。糸目のりは染料がにじみ出て隣の色と混ざるのを防ぐ、いわば堤防の役割を果たしています。のりを落とすと白い輪郭線になります。90年代、川辺さんは誰よりも先んじて友禅のデジタル化に取り組みました。CG と伝統技法に親和性を感じていたのです。実は、Adobe のイラストレーターというソフトウェアがあるんですが、そのソフトウェアの作画の、方法論と全く同じなんですね。糸目を引くかのように曲線を描き、そしてその中に友禅彩色をするかのように、中を、色で、埋めていくと、着物を作っていく、描くというのと、ほとんど同じ感覚をもってして、作業が進められるということが気がつきました。友禅に革命を起こす、そう奮い立った川辺さんですが、コンピューターで描いた図案通りの着物は何にも感動がないんですね、自分自身が。で、なんでかな。ある意味ジャズのプレイヤーのように職人さんたちが高め合う、最高のものを作っていくということの響き合いが一つの着物になるんですが、機械は忠実ですけれどもプラスアルファがそこにはなかったんですね。これは着物には使えない、じゃあどうするっていうところで、全然違う着物以外への転用というものの模索を始めたわけです。1997年、川辺さんら業界の若手が集まり、およそ1000点の友禅柄をデジタルアーカイブ化。そのデータを利用し、20世紀最後の日にお池通りを飾る大行燈を制作。2014年には京都市バスのラッピングデザインを担当。CG 友禅はさまざまな形で実を結びます。スポーツメーカーの依頼で競泳水着に和柄をデザイン。この仕事が評判となり、世界への扉が開きます。2004年アテネオリンピックシンクロナイズドスイミングで日本代表は和をアピールした演技で挑みました。デザイナーに川辺さんが抜擢。デュエット種目の水着は歌舞伎がモチーフでした。2人のジャンプがより高くてそれが揃っているということが加点に加わるわけですけれども、審査委員からそれがよく分かるようにということで、実はこの切り欠きの部分もジャンプする高さっていうのを事前に決めてまして、そこがちゃんと水面に現れて、きっちりとそれが高いジャンプが揃っているということがよく分かるような、一つのゲージになっているようなデザインです。演技と水着が見事に調和し、銀メダルに輝きました。これは人工衛星大地が撮影したアラスカスワード半島と
流氷の衛星写真をプリントした振袖です。川辺さんの仕事は世界からいよいよ宇宙へ。Main engine start and lift off。2011年10月、カザフスタンバイコヌール宇宙基地から国際宇宙ステーションに向けて補給物資を搭載したロケットが打ち上げられました。カーゴにはある実験装置も積み込まれていました。桜吹雪を無重力空間で再現して、それがどのように美しいものになるかということの実験をですね、これを大真面目にやってみようと。宇宙空間に生ものはダメだということになりましたので、絹を桜の形に切り抜きまして、それを12色の桜色で染め抜いたもの、無重力の中でそれをこう散らすと。実験は JAXA と川辺さんを含めた同志社大学チームの共同プロジェクト。装置自体も川辺さんが作り、宇宙飛行士のために詳細な手順を撮影しました。宇宙空間で失敗は絶対に許されません。打ち上げから3ヶ月後、ISS で実験が行われました。スペース桜と銘打たれた実験は 3D カメラで撮影。川辺さんは地上で中継映像を見届けました。重力がないもんですから落ちてこないんですね。でただただ自由にそれがこう空間を舞い続けるという非常にこう幻想的な映像を見ることができました。で宇宙で表現した美しさを感じて新たな文様として作品を作るというお取り組みやったんですけれども、これは非常に手応えを受けましたですね。宇宙実験から触発された新たな作品とは。それは妙心寺塔中如是院で見ることができます。本堂の襖絵、桜吹雪の流体的な動きの美しさを日本古来の染色技法墨流しで表現しました。ただ通常の墨流しでは水に垂らした染料を爪楊枝で伸ばすなど意図的に渦模様を作り出しますが、川辺さんは全く異なる手法を思いつきました。桜の花びらの動きですね、これは誰も予想ができない。作為をどう捨てるかということが今回課題になりました。でこれは音楽家の勉山下さんとの共作になります。京都出身、世界的な音楽家で打楽器奏者の勉山下さん。近年は禅と音楽を融合させた創作活動に取り組み、川辺さんは舞台装置などで協力しています。勉山下氏が奏でられるサヌカイトという打楽器があるんですが、この石でできた打楽器の波動ですね、これを水に伝えて、それをきっかけに水面がこう揺れ動くと。この粒ですけれども、これ偶然に今回この染めの時に発現したんですね。スポイトで染料を落とすだけですけれども、水になじまずこのように水面にこう漂う形になりました。これはおそらくその水面が細かい波動が拾われてるからかと思うんですけれども、またあるところで振動が加わってそれが破裂するんですね。これですね。偶然が生んだ美の刹那。美を追求してそれを絵にして皆様の前に提示させてもらうと
いうのが自分の仕事であるならば、グラフィックをやらせてもらうそもそもの、自分の、元芯の部分でございますんで、友禅ですというのは、これは誇りを持って言いたいなと思っています。京都から世界へ、世界から宇宙へ。友禅作家、グラフィックデザイナー川辺雄之介さんが立ち止まることはありません。見つめる先に美のかけらがあるならば、空間をも超えて想像していくのです。